レオさん、お年から聞いていいですか？今年26ですね。きっかけは自分の父親のもう全身入ってて、はいはい。物心つく、つかない頃からもう見てたんで、それがなんかいつしか憧れになって自分も背中に背負いたいなという気持ちで。いつ頃からはいお父様が、彫り物あるっていうのを認識し始めるんですか？自分一番感じたのは小学生ぐらいですかね。やっぱ自分の周りの友達のやっぱなんか様子違かったんで様子違う彫り物が入ってる人のが特殊なんだなっていう。あと普段なんかお父さん裸で上脱いで生活してたんで、友達とか家連れてくるとやっぱうわすごいなってなってて、なるほどなるほど、自分も確かにそうだなって感じるようになってですね。洋彫りタトゥーとかにはもう全然気持ちいかなかった感じですか？いやここにいて言いづらいですよ。正直興味あったんですよ若い時ってそうですよね、絶対。でもそこは一切入れなかったんですか？いや入れようと思ってたんですね。でもお父さん背中見て、やっぱ入れるんならちゃんとした和彫りを入れようってなって、調べてるうちに先生のところに行き着いた。いますね。やっぱ完成してるしないですし。同年代ぐらいってどうですか？自分は今生きてる小林ってやつ以外見たことないです。リュウヤの同級生も一人いてるから。そうなんですね。そいつだけですね。洋彫りとかも洋彫りだったらいますね。ぼちぼちいるって感じですかね。やっぱ年代的にそっちの人が多いですかね。そうですね。そうですよね。入れやすいっすね。ワンポイントってなんですか？どういう経緯で紹介に至ったんですか？背中やりたくて聞いた感じですね。あいつがまだ行き始めたぐらいの時に、パッと見たらアウトライン筋彫りがめちゃめちゃ太くて、マシーンしか見たことなかったんで、なんでこんな太いんだと思って、どこで入れてんのって聞いたらヒロさんとで手彫りだよっていうので、手彫りにするとこんなに筋が太くて味がある感じになるんだなっていうので、コンタクト取らせてもらった感じですね。和彫り入れたくなった経緯は、今いる会社の先輩がバッチリ入ってて、その人に出会うまではもう洋彫りで全身埋めたいな、理由はなくなんですけどそれウエスサイ系でが自分の好みだと思ってたんですけど、実際その人の背中とか区分まで入ってるのを見た時に、彫り物としてのレベルが違うなと思って、和彫りが。なるほど。でも背中にしようんだったら絶対和彫りにしようっていうきっかけですね。今後もっと広範囲でやっていくイメージですか？次は背中もだいぶ時間かかるんですけど、あとはその嫁さんとのちょっとバランスとかみたいなところがあるんでそうですよね。家庭とのバランス大事ですよね。なんで今は嫁さん的には腕はなしなんで、まず背中を仕上げて、仕上げるまでにちょっとずつ交渉していこうと思ってるんで今軽いジャブを打ってるとこですね。そうなんですねどのぐらいのペースで通われてます？自分は今3ヶ月に1回ぐらいです。年に4回か5回来れればいいぐらいで、1回で3時間ぐらいですね。やっぱり家とか家庭とかあるとなかなか難しいですよね。そうっすね。最初彫った後、ヒロさんにお礼の LINE 入れた時に、家庭もあるだろうから本当自分のペースで来てくれればいいからって話いただいてたんで、もう3ヶ月に一遍のセッションはもう必ず来ようと思ってて、そこは固くいきたいなっていうところはあるんで。毎回ここで何時間ぐらいやるんですか？2時間ですかね。2時間ですね。それで今2ヶ月に1回ぐらいですよね。結構ここまで出来上がるのどのぐらいかかってます？今のところ。
5年ぐらいかかってるんです5年ぐらいですか。5年はかかってるよな。1年全く行かない時あったんで、ああ、そうなんですね。もう、自分がバーンって遊びすぎてこういうものにお金回さなきゃいけないかったんですけど、はいはいはい。遊びにばっか遊びに使っちゃった。そうなるとな、堀はな、来れないもんな、やっぱな。でもそこ1年空いたとはいえ、はいまた始めたわけですよね。はい、もう父親やっぱり説得というか、はい。ホリモンに対しての向き合い方を、話してるんだ親父さんは仕上がってるわけだからな、やっぱな。そんな中途半端でいるとお父さん怒られるよ。そうっすね。確かに。そういうわけにいかねえよな、お父さんもな。息子がな、中途半端だと入ってても完成しなかったらもう意味ないとなるほど。言われて、そうっすね。じゃあお父さんからそういう教えがあって、だから親父が入ってるとそういう教育受けるから、はい。ラッキーだよ、ほんと。普通の人はやっぱ親父入ってないからそういう注意もされないし、ですよね。やっぱお父さんが仕上がってるとやっぱな、お父さんから怒られたりとかな、行かなきゃなとかな、やっぱこう言われましたね。それはやっぱりお父さん仕上がってるとやっぱお父さんも中途半端だとな、別に何も言わねえんだけど、お父さんはきっちり仕上げてるからな、やっぱさすがに息子がそんな適当にやったら怒られるよな。なんか友達同士でなんか会話とかあります？彫り物、タトゥーでも。でも親父さんが仲いいからな、親父さんと一番話すんだよね、そういうの。間違いなくなばっかりしたんですよ。なあ、やっぱ家庭内でどうですか？なんか飯食ってる時に話すけど、そういう感じなんですか？もうそのレベルですね。どういうノリなのかなって。左足は何入るのかなみたいな。ああ。まあでも親子で共通の趣味っていう感じっすよね。これはそうだね、親子の共通の趣味でね。これはいいよね。これはいいですね。一緒に先生のインスタ見ながはいはいら話したり。これいいねとか。はい。でもめちゃめちゃ多分お父さんも相当嬉しいですよね。そうだね。そういう話できると。いや、そうっすね。まず親に反対される人も多いと思うんですけどな。なんか一般的なイメージってそうっすよね。お母さんはめちゃくちゃ悲しんでました。それはもうしょうがないね。背中も見たくもないと思いました。それはしょうがない。じゃあお母さんはそういうの意見なんですね。お父さんと一緒にいるといえども。そうですね。入れないなら入れない方がいいみたいな。なるほどなるほど。まあでもそこはもうりょうさんも大人で自分で決めたことですからね。そうですね。お母さんにも良さを教えるのが務めかなと思います。あ、額が入ってくるな、もうちょっと。いいか、そうっすね。で、あとは奥さんを説得してっていうところらしいですね。みんななんか奥さんの奥さんっていうまあそれもな関係してくるからな、家族だからね。まあでも最終自分で決めなきゃダメかなと思うよ。やっぱ自分の体だからやっぱり、奥さんが何と言うと自分がやりたかったらやっぱ最終、だって女の人好きじゃないから、そもそも女の人を説得させる時点でまず間違ってる。女の人は彫り物好きじゃないから、男の世界だからこれ、そう説得って難しいと思うよ。だって理解できないと、女の人からしたら、女の人が化粧するとか男の人からしたらね、なんかよくわかんない。それなんかやってる行為自体はね、男と女ってことは理解できない部分もあるからさ、彫り物に関してはその理解するのは無理で、だから最終はやっぱ自分がどれだけ最後どこまでやりたいかじゃないかな。女の人は理解できないでしょ無理だろそんなもういいじゃんってなるじゃん、そういうことじゃないからさ、自分がどれだけ埋めたいかじゃない。もう10年です。もう全部広瀬さんなんで、そのまっさらな状態からやってもらってるから。俺らが一番嫌がるよねまたその質問かよ。